笛吹き童子です。ゆてるたららら、たらららららら、ららららららら。やった？はい、皆さんこんにちは。今日はね、上野の公園の端っこにある国立博物館ね、そこの裏庭で収録しています。ちょっとね、風景を、周りの風景ちょっと見せますからね。ちょっと周りの風景ぐるっとこの辺綺麗なね、林っていうかね、お庭っていうかね、いいとこです。暑いんだけれどもね、木陰で涼しいですね。ここはなんて言いだったかな、これ。なんとか館っていう。王居館とかいうところらしいね。もうね、広いお庭だけどね、暑いから皆さん誰もいなくて、撮ってます。今日はね、何を話しようかなと、まだね、本場じゃなくてまだテストなんです。で、今日はね、そのマイクのテスト。一応ね、ワイヤレスマイクを買ったんです。ちょっと高かったけどね、YouTube の動画にはまず正しいマイクっていうか、音のはっきり取れるマイクが必要なんでね、そのテストをやってます。今日はね、テストだけども、外だからね、実習はちょっと難しいかなと思うんで、少しお話をしましょう。呼吸法のお話だからやっぱりね、白隠さんね、白隠禅師の野戦カンナの話、野戦カンナだけじゃないんだけどもね、道祖が体を悪くしてね、身を持ち崩してっていうのかな、行方不明になった時に白隠さんの野戦カンナ一冊持って何年間だか行方不明になったわけね。7年間だったかな。その間に病気を克服してちゃんと山々を癒えてという体験をしているわけね。この野戦カンナというのはね、江戸時代のベストセラーね。カンナっていうのは暇な時の話、つれづれ草のような話だよね。野戦っていうのは乗り合い船ね。今で言えばそうね、やっぱり観光船というよりは大勢でね、瀬戸内海あたりだったらね、そういう船があるね。東京ではあんまりないかもしれないね。そういう乗り合い船の中で普通の人々と構えないで喋った座談ね、その中でそれをカンナというわけね。暇な時の話という意味でカンナね。その中で白隠さんが普通の人に教えたのが野戦カンナというふうに書いてある内観の方ね。これは呼吸法なんです。呼吸法であり瞑想法なんですね。呼吸法であり瞑想法っていうと、これは本当は一つね、呼吸法即瞑想法なんだけども、人によってね、入り口が呼吸法で到達点が瞑想とかいうふうに言う場合もあれば、逆の場合もあるかもしれないね。禅なんかは瞑想から入って呼吸もちゃんとやらなきゃいけないわけだから、これは広い目で見れば呼吸法も内観の方も座禅の禅もね、みんなこれ同じもんなんですよね、瞑想法もね。だけど白隠さんはそれを、健康法っていう形でね、病人が病床をね、蹴って立ち上がって生きるぐらいの活力を与える、癒しと同時に活力も与えるというね、今で我々やってる丹田呼吸法だよね。それの元祖っていうのは江戸時代のベストセラーになったそういう健康をね、
これの話をちょっとしようと思うね。野戦カンナというその本があるんですね。古い本でね、明治の終わり頃に出てる本でね、ちょっと今カメラでちょっと見てもらいますからね。こういうね、手帳ぐらいの大きさの本ね。で、何て書いてあるか読んでみるとね、腹前、腹の前ね、腹前式呼吸法的野戦カンナ表釈、氷を溶かすように解釈つけてくれてるっていうね。書いてる人は、著者は白衣に禅師ね。これの著釈をしてる人はね、虚白道人釈、虚白道人、虚っていうのは虚実の虚ね、白い道人、昔の人だから、これちょっと小さいかもしれないけども、そう書いてあるね。書いてあるってことはもうこれすでに禅でもあり呼吸法でもあるってことなんだよね、この野戦カンナはね。それ一般大衆の人にこの座談の形で構えた形じゃなくて、アットホームな形で教えたわけだよね。要のところは知ってる方が多いと思うけどもね、調和道でやってる、陽虚果実の呼吸法ね、これを寝た状態でやって、かかとと両手の方に力抜いて、かかととそれから腹をねぐっと自然に腹に締まるような体型をとって、そして唱えるわけですよ。唱えるのはね、4つの文句をね、唱えるわけね。どういう文句を唱えるかというとね、我がこの機械丹田陽脚促進そうにこれ我が本来の面目何の微効果ある、ちょっとややこしい、これはね、いずれね、今日はしゃべるだけだからなんだけど、いずれ本のね、解説とか、あるいは前に私が調和道の機関誌に書いていた、そうだったのかっていうやつをね、これ電子書店のような形でね、出しますんで、それを見ながら私の話を聞くとね、もっとわかるんで、今日はしゃべる方を先にしましたけれども、まず1番目がこのね、そこに書いてあるのは、我がこの機械丹田陽脚促進そうにこれ我が本来の面目何の微空かあると。2番目が我がこの機械丹田そうにこれ我が本来の華経何の消息がある。我がこの機械丹田そうにこれ我が有心の浄土何の総言かある。我がこの機械丹田そうにこれ我が古心の御田何の法かとくと、こういう 4種類の言葉ね。これ簡単に言うとね、自分が仏さんであるということをこれ意味してるわけね。この有心の浄土とか本来の華経とかね、本来の自分がこういうものであるということが、本来は自分は仏であるという意味になるわけね。だからこの文句はちょっと古い言葉だから、いずれ分かりやすい言葉で説明する機会があると思うけれども、今日はこの字の解釈まではできないから、こういうその言葉をね、何度も口に出す、あるいは心の中だけで唱えることで、さっきの陽虚果実の呼吸をやるわけね。そうすると丹田に気力が満ちてきて、で上体の力が抜けて、癒されて、かつ活力がみなぎってね、病人が立ち上がると
こういうことなんで、これ、ベストセラーになったというのは本がベストセラーになっただけじゃなくて、江戸時代にはやっぱりそういう病気の人がねこれで助かってるってことなんですよ。なぜ助かってるかというとね、このさっき難しいことを言ったけれども、これ仏教のね、例えば唯心の浄土とかね、古心の弥陀とかいうこういうね仏教の言葉を使ってるんだけども、江戸時代はね今よりも仏教のはね普通の人はみんな当たり前にこの分かってる人たちで、今の人よりもはるかに仏教の素養が高かったわけです。だからこの文句だけでもってね、仏ってのはどういうものかとかね、そういうことが十二分に分かってる連中が一般の大衆まで分かってたんですよね。だからこういう文句を唱えるだけでも自分が仏なんだというぐらいの感覚が持つことができたわけね。今の人はちょっとこの文句だけでは、なかなか難しいんだけどね。だけどね、これはね、僕もこの白隠さんじゃないけども、私も若い頃にね、これをね実践したことがあるんです。抜群の効き目があるということです。ちょっと休憩しますか。